皆さん、こんにちは。りょうです。今回は私が実際に使っている地震や台風などの災害時のアイテムの一部をご紹介いたしますのですが、まずはじめにですね、字幕の方法を変更しましたので、本編の前にお伝えさせてください。聴覚障害の方、あと音声を消したい方、で、あと英語圏の方などね、画面内の設定で歯車のマークあるので、そこを押していただくと字幕っていうのが出てきますので、それを押して、で、次の画面に行くと、字幕オフ、あと英語と日本語っていうとこから選択していただけますので、ご希望のところを押していただいて、そうすると、こんな感じにですね、字幕が出てきます。字幕の作成にはちょっと時間がかかるので、アップした数日以内には字幕を作成していきたいなと思っております。英語圏の方が字幕があるかないかっていうのを簡単にね、見れるように動画の説明欄に翻訳済みっていうのをね、常駐させていただきますね。国籍や言葉を超えた備えの大切さをコメント欄で教えてくれた Dear M さん、Thank you so much です。で、コンセントタップとしても使えるこれなんですけど、私は枕元、トイレ、キッチン、各部屋で使用中です。停電が起こると自動でライトがつくので、メガネやヘルメットを瞬時に探せて、そのまま懐中電灯として携帯するのも OK。ライトは強で約6時間、弱で約60時間の使用が可能です。コンセントとして 1400W まで使えるので、もうそのまま避難袋にね、入れられるよう、私はスマホの充電器をね、差しっぱなしで使っております。で、使用温度の範囲が0度以下に、対応していないので、そこだけがちょっと注意かなと。あえて電流を遮断して、疑似的な停電を作り、動作確認を定期的にして、停電に備えています。とはいえ、コンセント機能がいらないから USB で使いたいっていうニーズに応えて、こちらのシリーズでは安価で停電時の自動点灯の機能もついていて USB ポートで充電もできちゃうというタイプもあります。コンセントタイプよりも小さい分、ライトの明るさが少しだけ穏やかかなと感じます。点灯の弱モードでは、先ほどのコンセントタイプよりも10時間ほど短い約50時間となっています。こちらは18話でお伝えさせていただいた地震対応の家具固定器具です。梅雨と夏と冬を通して使ってみて、テープの粘着力が落ちることなく使えていて、天井に突っ張れない家具の固定に使っています。転倒予防ではなく、水平移動を予防するっていう場合は、床面に貼ることも可能です。この動画作成時には400円近く値上がりしていましたので、必要な方は急いで検討くださいませ。あと私が室内で履いている防災スリッパ、普段はかかとを潰して履いています。緊急時はかかとを靴のようにできますし、ガラスを踏んでも大丈夫なように作られています。その他には枕元とか避難リュックには土付きの水中メガネを常備しています。普段かけているメガネはケースのまま避難リュックにポッと入れて、で水中メガネで火災の煙や粉塵で目が開かなくなることを防ぎながら、簡単な衝撃で外れやすい普段のメガネではなく、天井や家具が倒れた中をかいくぐって急いで避難する目的で外れにくい水中メガネを準備しています。あと、災害後の復興作業や噴火でのガラスのような火山灰、あと日常的な農薬散布で使えるマスクっていうのもあって、色が豊富でサイズも3種類。で、マスクの形状はたくさんあるんですけども、災害用ならばこのタイプで OK かなと。様々な用途のフィルターを使い分けられるので、コスパの良いマスクです。喘息をお持ちの方とか、ハウスダストやホコリアレルギーの方なんかは、お守り代わりになるのかもです。重度の化学物質過敏症の方は、匂いを吸着させるフィルターで影響や発作を抑えております。フィルターは中央のガイドの溝に合わせて押し回しして簡単装着。これ反転して外します。蓋を開けて中身のフィルターを交換するタイプは、つまみで簡単に着脱できます。
これオレンジを選んだのはチェーンソーを使うときにね、安全用具がオレンジなので、それに合わせて買っただけなのですが、夜の暗さの中で目立つ色の方が避難や防災に適しているかと思います。瓦礫の粉塵、放射性粉塵、あとアスベストや有毒ガス、有機溶剤など用途別に販売していて、私の場合はクライシスマネジメントでガラス質の火山灰や地震後の復旧作業を想定して買っております。クライシスマネジメントは危機管理っていう意味になってて、ざっくりとした説明でいきますと、災害時の犯罪とか被害で事前に想定しておいたリスクマネージメントをしたとしても対応しきれなかったような事態が発生してしまった段階でのマネージメントっていうニュアンスです。元応急手当普及員だったんですけど、普通救命講習ってよく地域とか学校とかで無料で3時間で受ける、心肺蘇生法とか止血法などの応急手当の知識や技術の講習があるじゃないですか。講習を地域や学校などで教えていくという活動を通じてですね、防災や障害被害、交通事故や育児、介護、備えの知識に共通の大切な視点がクライシスマネージメントだなぁと痛感しました。元旦の被災地の状況を画面越しに拝見していると、災害直後に救急車が呼べないとか来れないなどありますので、救助隊や救急隊が来るまでの間に、数日かかることも想定して、基本的な災害時の止血法や心肺蘇生法、救助方法の知識を備えていくのもサバイバルの一つなのかもしれません。人工呼吸時は感染症予防に逆止弁付きでフェイスマスクの一体型っていうのがあるので、それをぜひ使用してください。交通事故に遭った人を救急車が到着するまでに応急手当てするためにね、いつもこういうの車に入れてあるんですけど、これなら小さいし軽いので避難リュックにとかね、引っ掛けておいても良いのかなと。初心者の方は説明が書かれていて手袋がセットになったこんなのがおすすめです。使用前に吐瀉物、あと血液などが喉の奥にないことを確認してからなどの手順がありますので、応急処置にご興味のある方は3時間講習にね、ぜひ参加してみてください。参加が難しいという方の場合は、YouTube の東京消防庁公式チャンネル言えたの再生リストにありますので、ぜひ覗いてみてください。避難、救命、避難所運営、あと近隣住民との救助活動の時に大切になるのは言葉の使い方っていうのがあって、それは洗脳、パワハラ、うつや虐待、少子化、あと経済衰退などの原因と同じ言葉の使い方となります。現役ではなく、元応急手当普及員という点での視点になってしまうんですが、もしそれでもよろしければ、そういったことも今後に動画作成できたらなと思っています。ね、余談ですが、この重松製作所のマスクにはですね、火災時にも煙や一酸化炭素から10分から15分守るっていうマスクもあって、さすがに私これ持っていませんが、例えば医療や介護現場で避難に時間のかかる方々の救助に当たる職員さんたちには、もしかしたら必要なのかな、なんてことで、相変わらず妄想が止まらない妄想族な私にチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンもぜひよろしくお願いいたします。それではまた。